今回はハイバッテリー直結のスポット溶接機を作ってみました。やっぱりというか直結はダメでしたね。さすがに直結では無理だったので、ある方法で作り直します。その結果、ご覧の通り、かなり安定してスポット溶接できるようになりました。そもそもスポット溶接とは何か、なぜハンダゴテでは代用できないのかを簡単に説明します。スポット溶接は金属同士を強く押し付けて一瞬だけ大電流を流し、接触部分だけを発熱させて溶着する方法です。金属全体を熱するのではなく、つなぎたい点だけを一瞬で加熱するのが特徴です。ではハンダゴテはどうなのでしょうか。ボタン電池にフラックスを塗り、ハンダをつけてみます。バッテリー端子や厚い金属では熱をどんどん逃がしてしまい、ハンダが馴染んでいきません。サーモグラフで見るとこんな感じです。すでに電池全体が100度を超えてしまっていますが、ハンダが伸びていきませんね。このまま加熱を続けると電池を傷める原因になります。一方、スポット溶接ではどうでしょうか。瞬間の加熱にとどまり、電池全体が加熱することはありません。一瞬で溶接が終わるので、作業自体も効率的です。ではここから実際にスポット溶接機を作っていきます。まず電源に使うのはこのカーバッテリーです。5年使って交換したハイバッテリーですが、ゲージの色はグリーンでまだまだ使えるバッテリーであることを示しています。カーバッテリーはもともと車のスターターモーターを回すためのもの。一瞬で大電流を流せるように作られています。つまり DIY のスポット溶接の電源としてはかなり優秀です。ただしその分扱いを間違えると危険です。万が一ショートした時に備えて、今回は 150A のヒューズを入れておきます。DIY のスポット溶接機は YouTube でもいろいろな作例を見ることができます。その中でも多いのがリレーを使った方式です。大電流を流すため使うのは車のスターター用リレー。これは Amazon などで1000円前後で購入できます。分解すると中にはコイルと接点があります。コイルに 12V を流すと磁力で接点が閉じ、大電流が流れる仕組みです。つまりリレーとは小さなプッシュスイッチで大電流を制御する装置なのです。実際多くの作例ではこのボタンを素早く押してスポット溶接しています。ここで疑問が浮かびました。結局やっていることは一瞬だけ大電流を流しているだけ。わざわざリレーを使わなくても、こんな風にバッテリーに直接電極棒をつなぎ素早く接触させるだけで良いのではということで、早速ホームセンターで直径 4mm の銅棒を購入。10センチほどに切って電極にします。そのままでは使いにくいので先端を加工。電動ドリルにチャックして回しながら砥石で削ります。細く尖らせつつ先端だけ少し丸めます。こうしないと接触面積が小さすぎて火花や穴開きの原因になります。ケーブルは大電流に備えて AWG8 を使用。古いスターターケーブルから流用しました。被覆を向いて銅棒に結束バンドで固定。胴体同士が密着していれば十分なのでこれで OK です。さらに熱収縮チューブで固定します。ケーブルのバッテリー側には丸型圧着端子を接続。これをバッテリーにボルトでしっかりと固定します。さあ、世界一簡単なスポット溶接機が完成しました。本当にこれでうまくいくのでしょうか。大失敗ですね。なぜ失敗したのか、オシロスコープで接触時間を測定してみます。結果はかなりばらつきがあり、長いと60ミリ秒以上も接触していました。これでは電流が流れすぎるのかもしれません。基本的に原理は同じなのに、リレー式の作例ではきれいに溶着しているように見えます。ならば同じものを作って検証するしかありません。バッテリーにリレーを接続し、コイル側をプッシュスイッチで制御してみます。これをオシロスコープで測定すると、接触時間は30ミリ秒前後。明らかに短くなっています。つまり単純にボタンが押しやすいから速いだけ？
そんな気もしてきました。また波形を見るとオフの瞬間に大きなサージ電圧が出ています。原因はコイルの逆起電力です。オシロスコープが振り切れるほど強く、このままではバッテリーにもよくありません。教科書通りダイオードを逆向きに配線。すると誘導電圧は抑えられ、綺麗な波形になりました。ボタンも押しやすいように 3D プリンターでスイッチ台を作成。では実際に溶接してみます。いきます。なんとうまくいきました。接点はやや溶けすぎていますが、しっかり溶接できています。どうやらリレー方式は確かに機能するようです。ところが何度か試すと再現性が低く、たまに穴が開いてしまうことが判明。これでは使い物になりませんね。もっと根本的な改善が必要な気がしてきました。何が原因なのかは明白です。オン時間が全体的に長すぎ、しかも安定しないのです。ラチェットの効くワンショットスイッチならどうか、何か良いアイデアはないかと考えていたところ、ボールペンに目が止まりました。アイデアを形にすべく、ボールペンを加工します。臨製銅の板をハサミで切り、板バネを作ります。この板バネに銅線をハンダ付けします。先ほど加工したボールペンに板バネを両面テープで固定します。ボールペンの芯に銅箔シールを貼り付けます。この芯をボールペンに組み込むとスイッチができます。このようにボールペンの芯が板バネを通過している間だけオンになります。それではオシロスコープでスイッチの動作速度を測定してみます。測定結果は10ミリ秒ほど。何回か測定を続けたところ、波形も安定していてタクトスイッチより良さそうです。これはスポット溶接に期待が持てますね。ボールペンのノック部分に電極棒を接着します。完成しました。電極棒を素早く押し込むとスイッチが入り、溶接される仕組みです。ではテストしてみましょう。いきます。これはきれいに溶接されています。この通りしっかり接合されています。溶接の再現性も高く、テストを繰り返しても問題ありません。使い古したボールペンだけで完璧なスポット溶接を作ることができました。しかし手で押し込むため、ごく稀に溶着に失敗します。接触時間が長かったためか穴が開いてしまいました。人間の操作や機械式接点では限界があります。そこでこんな回路を作って制御することにしました。この回路で通電時間をミリ秒単位で制御します。大電流のスイッチになっているのがこの MOSFET です。
つまり一定時間だけ電流を流して自動で止める回路です。ただしこの電流は1個では流しきれません。そのまま使うと発熱して限界になります。なので複数を並列にして電流を分散させています。それでも発熱することを考慮し、銅板に固定して放熱対策をしています。回路の部品はタイマー IC とゲートドライバー、そして抵抗とコンデンサで構成されています。回路の部品は500円程度で作ることができます。部品代は全部で2000円程度です。完成したので、まずは最小の1ミリ秒でテストします。いきます。ですが、盛大に火花が出ました。これは想定していなかったので、しばらくフリーズしてしまいました。オシロスコープで確認すると、オンになったまま復帰していません。通電の瞬間に電圧が落ちてタイマー IC がシャットダウンしていました。そこでコンデンサとダイオードを追加して電源を安定させることにしました。すると今度はうまくいきました。赤がタイマー、黄色が電極の電圧です。ぴったり同じタイミングで電圧が変化しています。つまり設定した時間通りに制御できているわけです。ただし1ミリ秒では発熱が足りず溶着しませんでした。ここで可変抵抗で時間を変えていきます。5ミリ秒に設定します。すると溶着できています。ただし剥がしてみると若干弱い感じです。10ミリ秒に設定してみました。正しく溶着すると火花はほとんど出ません。つまり必要なのは適切な時間制御であることが分かりました。強度も十分でペンチで剥がさないと剥がれないレベルです。この精度なら実際の修理にも使えます。例えばこの電子ナイトスコープ。全く電源が入りません。おそらくバッテリーが劣化しています。分解してみるとバッテリーユニットが入っています。バッテリーユニットの中身はリチウムセルが2本スポット溶接されています。そこで別の壊れたバッテリーから使えるセルだけを取り出して移植します。新しくセルを組み直してスポット溶接で接続します。バッテリーを組み込んだので電源を入れてみます。すると無事に起動しました。このように DIY で不安定だった溶接も電子制御することで実用レベルの道具として作ることができます。